Olá pessoal, aqui é a Fuji de Curitiba. Finalmente fui conhecer as cataratas do Iguaçu, uma das 3 maiores cataratas do mundo. Sinceramente, a grandiosidade e o volume de água eram tão impressionantes que esperaram qualquer expectativa. Foi daqueles momentos em que a gente fica sem palavras. Neste canal, compartilho o meu dia a dia no Brasil e tudo o que tenho vivido aqui como japonesa. Espero que vocês curtam as cataratas do Iguaçu. Estás pelo olhar de uma japonesa, como se estivessem viajando junto comigo. ブラジルライフ。クリチバからイグアスの滝までは車で西へ約9時間。実はイグアスの滝の源流はこのクリチバ周辺にあるそうです。近くにイグアスっていう名前の川があるのは知っていたけど、まさかあの滝につながっていたとは。なんだか不思議な気分になります。ブラジルのハイウェイは日本の高速道路のように壁で囲われたりしてなくて、ずっとのどかな景色を楽しみながら運転できるのがいいところって思ってたんですが、イグアスの滝まで行く道はずっと片側一車線、大きいトラックも多くてずっとハラハラでした。ちなみに高速道路ではほとんど電波が入らないので、9時間強制的にデジタルデトックスになります。家族での会話を楽しみましょう。あともう一つ驚くべきは高速料金の安さ。今回はクリチバからイグアスの滝まで片道で約3600円。でも実はブラジルではこれでもかなり高いって言われている道路で、普通の 2,3 倍ぐらいの料金らしいです。でも日本で同じぐらいの距離を移動しようと思ったら、東京から岡山までで高速に乗って片道約1万4000円。往復したらそれの倍かかっちゃいますよね。そう思うとブラジルでは車移動がコスパ最強ですね。そんなことを考えている間にイグアスの街が見えてきました。正直街全体はキラキラした観光地って感じではなく、普通の街並みです。今回泊まるホテルはこちら。本当は泊まりたかったホテルがあったんですけど、予約するのが遅れて値上がりしてしまったので、慌てて探して見つけたホテル。レビューを見ると結構賛否両論で少しドキドキ。駐車場から荷物を運んでくれるのは嬉しいですね。受付を済ませてお部屋へ。シングルベッド2つの部屋を予約したんですが、なぜかクイーンサイズぐらいの大きいベッドが2つあって、これはラッキー。建物自体は古さを感じるけど、エアコンが効いてて快適に寝れたのはプラスポイント。外にはプールとジャグジーもあります。朝食は口コミでもとても評価が高く、確かに種類が多くて美味しそうには見えたんですけど、正直なところ味はいまいちでした。面白かったのが、毎回部屋に帰るたびにベッドに置かれたユニークなタオルアート。目玉までつけちゃうところが、ブラジルだなと思います。1日目はほぼ移動だけで終わり、夜ご飯は日本の YouTuber さんが紹介していた串焼きのお店へ。ブラジル生活3年目に突入した今、私の中でとりあえずブラジルで食べるものに迷ったら串焼きをかじるという習慣ができました。前から言いたかったんですけど、ブラジルの串って長すぎて最後どうやって食べようか毎回迷います。さて、いよいよ今日はイグアスの滝へ向かいます。私も知らなかったんですけど、実はイグアスの滝って一つの滝ではなく、ブラジルとアルゼンチンの2国間にまたがって大小275個もの滝が連なり構成されています。ブラジル側では滝全体を見渡せる大パノラマの絶景を楽しむことができ、アルゼンチン側では滝のすぐ近くまで歩いてより迫力満点の体験を楽しめます。2日目の今日はブラジル側、明日はアルゼンチン側にも行こうと思います。
ホテルから車で約20分ほど。イグアスの滝はイグアス国立公園の中にあり、入り口はこんな感じで駅のようになっています。イグアスの滝へ行く前にもう一つの人気スポット、パーキダスアベース、通称鳥の公園に行きたいと思います。ここはイグアス国立公園のすぐ目の前にあって、南米ならではのカラフルな鳥たちを間近で見ることができます。ネット情報によると、朝の方が鳥たちが活発に飛んでいる姿が見れるそうです。今回の旅でもおすすめスポットや回る順番など、だいぶチャット GPT に助けてもらいました。ここでは約150種類の鳥たちが飼育されていて、一番の魅力は柵越しではなく間近で観察できること。まるで巨大な鳥かごに迷い込んだような不思議な感覚です。やっぱり南米の鳥はカラフルですよね。赤、青、黄色、緑と絵の具でペイントしたみたい。やっぱり私の一番のお気に入りはこのオオハシ。ブラジルのイラストやお土産でもよく見る南国を代表する鳥です。なんといってもこの大きなくちばしが特徴で、重そうに見えるんですけど、実は中は空洞ですごく軽いんだとか。近くで見ると色も本当に綺麗で、まるで CG みたいです。実は私は鳥は少し苦手なんですが、このオオハシは動きも可愛くて、ぬいぐるみのように見えてきてずっと見てられます。イグアスに来て気づいたのは、蝶々がたくさん飛んでること。どこへ行ってもひらひら飛んでて、なんか夢心地でした。ちなみに私は未だに蝶と蛾の違いがよくわからないんですが、止まるときに羽をベタっと広げて止まるのが蛾らしいです。そしてやっぱりここでもお土産のトラップ。大橋グッズ、やっぱり可愛いですね。さて、いよいよイグアス国立公園へ。チケット売り場では係員の人が手取り足取り誘導してくれて、とても親切。やっぱり世界中から観光客が来るので、ポルトガル語、スペイン語、英語、3カ国語に対応しててありがたいです。滝が見える場所までは専用のシャトルバスで移動。20分ほどでトレイルに到着。ここから遊歩道を歩きながら滝を目指していきます。もう早速すだれのようにたくさんの滝が見えてきました。と思ったら、まさかのアナグマがお出迎え。1匹かと思ったら奈良公園の鹿並みにたくさんいてびっくり。この長い鼻としましまの尻尾が愛くるしいですね。でもこんな可愛い顔して実は結構凶暴らしく、注意書きの看板が至る所に出てました。やっぱり世界の観光名所。すごい人でなかなか進みません。なんと日本人旅行者も 2,3 組すれ違いました。普段クリチバの街を歩いてて日本語が聞こえてくることはまずないので変な感覚。滝を見てた時に真横にいた人たちが日本語を喋ってて、話しかけようかめちゃくちゃ迷ってやめときました。なんかせっかくブラジル旅行してるのに日本語で喋りかけたら、せっかくの旅のムードが冷めちゃいそうで申し訳ないなぁなんて思ったり。歩くこと30分。ついにブラジル側のイグアスの滝メインスポットへ。目の前に広がっていたのは想像をはるかに超える絶景。いくつもの巨大な滝が横一列に連なっていて、どこを見ても滝、滝、滝。ブラジル側は滝全体を一望できるので、まさにイグアスらしい景色という感じ。
そして奥に見えるのが有名な悪魔の喉笛と呼ばれる巨大な滝。明日はアルゼンチン側からあの巨大な滝を間近で見る予定です。シーズンによっては水量も変わってびしょ濡れになることもあると聞いていたので、念のためカッパを買っていったんですが、私たちがいた4月末の時期は気温も30度近くあり、水しぶきがちょうどいい感じにミストみたいに吹きかかってきて、とっても気持ちよかったです。さて、今回の観光では滝を見るだけではなく、なんと実際ボートで滝の真下まで行って滝を浴びるというツアーに参加してきます。実は事前にいろんな YouTuber の人がこのボートツアーに参加した動画を見ていて、少し恐怖を感じていました。遊園地のアトラクションと違って自然のものだから何が起こるかわからないよなぁといろいろ想像してしまったり、でも一生に一回来るかわからない世界遺産、どうせなら思いっきり味わおうということで夫も説得し参加しました。ボート乗り場までは専用のサファリカーでジャングルの中を進んでいきます。途中ガイドの方が植物の説明もしてくれます。到着したらケーブルカーでさらに下まで降りていきます。ボートはこんな感じです。ゴムボートにバスの座席がついてるみたい。シートベルトとかないのかとちょっと不安に感じたけど、逆にシートベルトをしてたら転覆した時に危ないのかなとかいろいろ考えてる間に出発です。後から調べて知ったんですが、実はこのボートツアー過去に2回くらい事故が起こっていたらしいです。もし事前に知っていたらきっとこのツアーに参加することはなかったでしょう。世の中には知らないままの方が幸せなことがたくさんあるものです。川の流れに逆行してどんどん進んでいきます。想像していたよりも何倍も激しいです。滝に行く前からもうスリル満点です。スピードがかなり速くて船が反り返るぐらい加速するので前が見えなくなるほど。しかも川の流れもかなり激しくて上下にめちゃくちゃ揺れます。でもなんだかんだ言いつつめちゃくちゃ気持ちいいです。途中写真撮影タイムもありました。明日行くアルゼンチン側の遊歩道が見えます。さあいよいよ滝の下までやってきました。映像ではあんまり伝わりきらないですがかなり激しいです。体感的には巨大なバケツをひっくり返された感じ。ちゃんとボートに乗っている人みんな均等に濡れるように左からも右からも突っ込んでくれます。今度はさらに大きめの滝。滝壺まで行くとゴーッとすごい音がして、水よりも音の方が怖かったです。同じボートにはまだ小学生にもならないぐらいの子も乗っててすごいなぁと思いました。自分が5、6歳でこんなのに乗ってたらわめき散らかして大変なことになっていただろうなと思います。かなりスリリングな体験でしたが、滝を全身に浴びた後のすがすがしさは半端ないです。心も体もさっぱり洗い流された感覚と、世界一の滝を浴びたという達成感で帰り道はめちゃくちゃ気持ちよかったです。遠目から見るのと実際に身をもって体験するのは天と地の差ですね。実はこのボートツアーですが30分弱で約1万円となかなかのお値段なんですが、この体験はプライスレスです。物よりも体験にお金を使えとよく聞きますが、確かにそうだなと思います。今
今日のこのびしょ濡れになった体験はきっとこの先何十年も忘れず、おじいちゃんおばあちゃんになっても笑いながらこの日のことを話してるんだろうなと思います。この日の夜は近くにあったショッピングモールへ。ブラジルの人気ステーキチェーンマデーロ、ここのフラウジーニャのプレートが私のお気に入りで、どこにでもあるお店なので出先で食べ物に困った時は迷わずここへ来ます。ブラジルライフ。さて3日目の今日はアルゼンチン側のイグアスの滝を見に行きたいと思います。アルゼンチン側に行くには国境を越えないといけなくて、自家用車で行こうと思うと専用の保険が必要でお金もかかるので、国境を越えてくれる専用のタクシーで向かいます。島国で育った日本人の私にとっては国境を越えるってかなり特別でドキドキすることなので、今回絶対アルゼンチン側にも行きたいって思ってたんですが、ブラジル人夫の感覚は違ったみたい。ブラジル人にとって国境を越えるって日本でいう違う県に行くぐらいの感覚なんでしょうか。国境に到着。私の中で国境のイメージってもっと緊迫したイメージで、銃を構えた軍の人とかがたくさん立ってると思ってたんですけど、想像とは全く違い、まるで高速の料金所のような雰囲気。車に乗ったままパスポートを渡して車の窓を開けて「どうも」みたいな感じで顔だけ確認して即通過。スムーズすぎてあっけに取られるほどでした。混んでる時は 1,2 時間ぐらい待たされるとも聞いてたんですけど、5分ぐらいで終わりました。ホテルを出てから40分ほどでアルゼンチン側のイグアス国立公園に到着。ブラジル側よりも人が少なく落ち着いた雰囲気。チケット売り場で英語で注文する夫。そう、ここはアルゼンチンなのでポルトガル語はもう通じません。もうオブリガードではなくグラシアスです。あと通貨も変わるので売店とかの値段表記が全く分からず、外国に来たなーっていう感覚になりました。ブラジル側ではバスで滝まで移動しましたが、今回はトロッコ列車で移動します。駅は2つあって、1つはいろんな滝を歩いて回れるトレイル、もう1つはイグアスの滝の中でも最大の滝、悪魔ののど笛に続くトレイルです。最初は悪魔ののど笛から行きたいと思います。整備された遊歩道を人の流れに沿って歩いていきます。こんな感じで下の川がスケスケです。ここでもやっぱりアナグマくんたちがお出迎え。この先に巨大な滝があるとは思えないほど静かで落ち着いた川です。こんな可愛い鳥を発見。眉毛みたいな模様が魅力的。いよいよ滝らしきものが見えてきました。さて、こちらがイグアスの滝のメインスポット、悪魔ののど笛です。さっきまでの静かで穏やかな川が嘘のよう。ずっと見つめてるともはや水なのか何なのかわからなくなるぐらい、吸い込まれてしまいそうなほどすごい水量と勢いです。
これは何時間でも見てられそう。ちょっと不謹慎ですが、もし自分が新しいトイレを開発したらイグアスっていうブランド名にしようみたいなしょうもない考えがなぜか頭の中をよぎってしまいました。もう一生分のマイナスイオンを全身に浴びた気分です。大自然に圧倒されるってこういうことなんですね。この後はもう一つの駅で降りて他の滝も見に行きます。イグアスの滝は大小275個もの滝があって、その8割はアルゼンチン側にあります。なので遊歩道もいろんなコースが設けてあり、気がつけば全部回るのに5時間ほどかかっていて、まさに大自然の中を歩き回る一日となりました。かなりいい運動。そして幸いなことに3日間ともお天気に恵まれて、青空とエメラルド色の水、そして真っ白な水しぶきのコントラストが本当に絶景。歩いているだけで次々と景色が変わるので、最後まで楽しくて飽きませんでした。まるで巨大な自然のテーマパークです。さて、アルゼンチン側も満喫したところでブラジルに戻ります。帰りの時間を指定したら、行きのタクシーの運転手さんがそのまま帰りも乗せてくれます。ここでもう一箇所最後に寄りたいところが、このテーマパークのような施設はマルコ・ダス・トレース・フロンテイラス、日本語に訳すと三国国境の記念碑という意味で、その名の通りブラジル、アルゼンチン、パラグアイの3カ国を一度に眺めることができます。目の前の川を挟んだ向こう側はもう別の国。こんなに気軽に3カ国同時体験ができる場所はなかなかありませんよね。特に夕焼けの時間帯は絶景で、オレンジ色に染まる空と川、そして3つの国の景色が重なってとっても幻想的です。施設内にはレストランやショップ、ショーエリアなどもあり、夕方になるにつれてどんどん賑やかな雰囲気に。Bienvenidos a El Hito de las Tres Fronteras. The show has just begun. 旅の締めくくりに最高のスポットでした。ブラジルライフ。E aí, o que acharam dessa viagem? Desde que cheguei ao Brasil, as cataratas do Iguaçu eram lugar que eu sempre quis conhecer. Mas, vendo tudo com os meus próprios olhos, foi dezenas de vezes mais grandioso do que eu imaginava. Todos os dias, eu me senti completamente impressionada pela força da natureza.O grande panorama visto do lado brasileiro, o som ensurdecedor e a nevoada sentidos bem de perto no lado argentino. Foi uma experiência incrível poder aproveitar esse patrimônio mundial de tantos ângulos diferentes. E nessa viagem eu percebi mais uma vez a importância de realmente viver a experiência.Ver pelas fotos ou vídeos é uma coisa, mas estar lá de verdade, sentindo o som, o ar e a água no corpo inteiro, é literalmente outro mundo. O Brasil ainda tem muitas paisagens incríveis e culturas fascinantes que eu quero conhecer. E eu espero continuar aproveitando tudo isso com os 5 sentidos.Se
gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!